こんにちは、春日部つむぎです。今回はコンボ的なアグロを紹介します。最初はプレイで回してますが、後でラダーの試合も収録したのでぜひ見ていってください。お相手赤タンなのでさすがに巨匠にマナキャストは控えて2ターン目もタップ処理します。お相手鉄の弟子。ここはスランの角アンタップインで巨匠からのタイバー構えですね。お相手何か持っていそうですが、ここはスルーでターン終了。実験逃亡機から鉄の弟子、さらに熊野をキャスト。これはほぼ勝ってそうなのでエンドにタイバーの抵抗キャストでオールインしますか。巨匠の防御は土地以外を落としてプラス1。このターンはまず無鉄砲を巨匠へ、防御含めてスタッツは5、3へ、そしてアタックです。お相手同士のようなのでガイアの力でプラス5修正して22点クロックでこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。ハント達成が怪しそうですが、相手に除去がなければ勝ちなのでキープ。こちらは都合よくトライオームをドロー。これでハントは大体揃いそうです。お相手のカラー的に除去薄そうなのでフルタップで走破の霊をキャスト。お相手シミック毒殺かな。お相手ラノワールの浄土語りをキャスト。毒殺トランプ。面白そうですが、こちらはやるべきことをやります。無鉄砲2枚を走破の霊につけます。3ターン目で10点入って残り9点。お相手このターンはタップ処理からメインで動き出し、こちらはハント達成すると思って意味のないタップインからの10点パンチ。ブロックに合わせて力戦の束縛をキャスト。お相手精神絶望機をキャストしますが、時すでに落とし、人は10点クロックで2回殴ったら死にます。対戦ありがとうございました。ここからラダーでの収録です。対戦よろしくお願いします。最悪スクレル部で殴り切る心構えでキープです。お相手3色ランドをタップイン。こちらは完璧なドローで走破の霊を引けたのでキャストしていきます。スクレル部は能力構えでアタックせずターンエンド。お相手スクレル部をキャスト。レジェンド系は明確に有利対面だと思います。こちらは走破の霊でアタック。お相手ゆっくりだからできればタイバーの抵抗を構えた状態で戦いたいので何も使わずアタックしていきます。お相手ラトスタインオーゴキャスト。惜しい人間っぽいですね。12に白が出なくてハント達成できませんが、緑が揃ったのでここは攻めていきましょう。スクレル部で緑アンブロをつけてガイアの力でプラス4バフ。10点通ってお相手残り8点。タイバーの抵抗を構えてターンエンドです。お相手読めないジョダーをキャスト。なかなかの分回りですが、こちらはウェザーシード名役で走破の霊にプラス4バフします。さらにスクレル部で緑アンブロー不要。これで10点通ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。かなり怪しいけど色は出るからギリギリキープ。お相手黒いので試しに死んでもいい派の霊からキャストします。お相手カラスの男をキャスト。これはレジェンズっぽい。こちらは完璧なハント達成。まず刃の霊でアタック。さらに警戒で刃の霊2枚目。お相手ラフィーンをキャスト。
ここは相打ちを嫌ってアタックせずにエンドのようです。こちらはドローが完璧すぎて怖い。まず無鉄砲をハノレイにつけます。そしてハノレイでアタックです。多分ないと思いますが、ラフィーンにブロックされたら力戦の束縛します。通ったので巨匠をキャストしてエンドです。お相手シェオルドレッドをキャスト。こちらの引きが完璧じゃなければ完全に負けてましたね。お相手1枚防御で2点ゲイン。こちらはフックキープに力戦の束縛でシェオルドレッドを追放です。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これはなかなかいい初手です。キープで。こちらはアンタップインからスクレルブをキャスト。お相手警護される不階層をキャスト。セレスニアもまあまあ得意な相手です。こちらは走破の霊をキャストしてターンエンド。お相手顎骨の決闘者をキャスト。ミラーのような対連です。こちらは名役を一生からキャスト。こっちのデッキと違って毒殺は唐突に死んだりしないのでまずハント達成を目指します。お相手殺戮の歌い手をキャスト。まだ参るまだ参る。こちらは次のターンに勝てないと負けるので、どうやったら20点に届くか考えます。まずハノレイでアタック。ここは当然通ってお相手残り18点。そして巨匠をキャスト。お相手殺戮の歌い手2枚目。動きがだいぶ強かったですね。ここは一番大きい決闘者を念のためブロック。そしてタイバーの抵抗で破壊不能と防御します。ついでにもう1枚。タイバーの抵抗を捨てて3、3に6点と毒3回って残り6点と毒4。レザーシード名役の3勝で巨匠にプラス3。さらにラフィーンの塔を置いてからもう1枚レザーシード名役をキャスト。3勝でさらにプラス5バフします。そしてスクレルブで緑アンブロを付与して全員でアタック。25点通ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。土地2枚は怪しいですが他はかなり強いのでキープ。お相手嫌なカラーです。こちらは2ターン目もタップ処理でエンド。お相手エンドに進行の繕い。これはリアニメイトっぽいですね。お相手3ターン目も動かず。こちらは2枚あるので巨匠をキャストします。リアに2したらだいぶしんどそうなので出し惜しみしません。お相手白将来を捨てるということはすでにハンドに持っていそうです。4マナ目からメインで運命的不在。これはしょうがない。こちらは土地が引けずに再びフルタップで巨匠をキャスト。お相手メインで発見への渇望をキャスト。ディスカードがヤバい剣について。そして5マナ目。これは次のターン打たれますね。こちらは待望の3マナ目から、ここで無鉄砲したら放浪者が飛んできそうなので一旦普通にアタックです。お相手報復将来をキャスト。リアニメイトは人技タクシアス。こちらには刺さりませんがブロッカー目当てかな。インソーは効きませんが力戦の束縛が働きます。エンドにタイバーの抵抗。次3枚キャストしたらリーサル。無鉄砲からさらに無鉄砲。そしてガヤの力。手緑2枚なんだから足りないじゃん。タイバーの抵抗を無駄に使っちゃうし、もうめちゃくちゃだよ。ともあれお相手に16点入って残り6点。お相手修復と充電をキャスト。対象は当然放浪者ですね。プラス1で巨匠を追放。
せっかく育てたのに合わせて力戦の束縛で追放しておきます。しかしドローは強い。もうアタック1回通ればスクレル部でもいいですね。こちらはスクレル部をキャストしてターンエンド。これでお相手全除去じゃなきゃ大体勝ってそう。お相手のラスト1枚はまだ持ってました。報復将来多元宇宙と共にからトップも多元宇宙と共に。しかし後が続かずここでターンエンド。こちらはガイアの力を巨匠に。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。というわけでセレズニアハントアブロでした。結構前にガヤベースのハントアブロを紹介したのですが、そちらはある程度盤面を作る動きをしてたのに対し、今回は2段持ちを強烈にパンプして大打撃を与えることしか考えてないオールイン型デッキです。1ターン目トライオームタップイン、2ターン目アンタップインから巨匠か走破の例、3ターン目にトライオームタップインからガイアの力かける2か巨匠なら片方無鉄砲でも3ターンキルですね。これだけだと全環境でも同じデッキが組めるのですが、大きな違いはやっぱりこれですね。アンブロフヨによりガイアの力単体の時に相手に打点を通すことができるし、除去を吸うこともできる。ヒロイック系で巨匠と同時に採用されることもあって相性は抜群です。という感じのデッキなのですが、強さとしてはちょっと厳しいかな。下振れかもしれませんが、ラダーで負け越しちゃいました。プレイでは結構勝ちまくってたんですけどね。まず見ないレベルで珍しくて面白いデッキだし、可能性は感じるんですが、やはり現状は除去環境なのがきつめですね。兵士やエスパー、セレズニアポイズンなど除去薄めの押し付ける系デッキに対しては結構有利っぽいんですが、マリガンがかさみやすいデッキなので1対1で除去を受けるだけでもうしんどいです。何機に土地以外のレアはそんなにないので、もしも組める人がいたら改善案など考えてみてください。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。また、チャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。